ヘイベスティー、こんにちは、花だよ。お久しぶりです。YouTube 全然撮ってなかった。年末年始はめちゃくちゃ普通に休んでて、私の今年の一発目の動画は、自分の今やってるイラストの投稿を解説する動画を撮りたくって、その新作をめちゃくちゃ頑張って描いてたんだけど、全然合わなくて、で、この前やっと終わったから、今からこの投稿についてみんなと一緒にお話ししていこうかなって思います。では今回の投稿はこれリンク貼っておくからみんなよかったら見てほしいんだけど、今回のテーマは2024年のファッション予測っていうテーマで書きました。本当はね、予測とか言ってるぐらいだから2023年に出せよって感じじゃん。いや私も2023年出したかったんだけど、もう終わんなくてさ、なんか違うトピックにセレナにしちゃった最後今回はこれをファッションについていろいろSNS を使って調べたの。 TikTok とか Twitter、Instagram、Pinterest とか、私がよく見てるファッションについてよく見てる SNS とか、あとはそのキーワードを検索して英語の記事とかをたくさん読んで訳してとかいろいろしてまとめてみた。でもこれはどっちかってトレンドっていうか、私が今流行りそうなもので試したいものとか、私の趣味を中心にまとめたから、こういう感じだよっていう、なんか軽い気持ちっていうか、なんて言うんだろう、その一個人の意見として聞いてほしいなって思います。では始めたいと思います。今回の投稿ね、こんな感じで、いつもは四角なんだけど今日結構縦なの。正方形じゃなくて、もう全然ピント合わないよね。こんな感じでやってるから、よかったらみんなインスタ来て、文章も書いてるから、こんな感じでめっちゃ長い、よかったら読んで。私が2024年のトレンドの中で、というかもう今季今すごく来てて流行りそうな美学で、私がとっても気になっているものが The Office Silent っていうものなので、これは多分結構時代ごとにちょっと流行ったりしてて、いろんな名前があって、ナードコアとかライブラリーサイレンとか結構いろいろ名前が変わってきて、で今オフィスサイレンっていう名前が結構有名かな。これは主に90年代から2000年代のオフィスウェアを軸とした美学で、オフィスウェアっていうのはスーツとかメガネとか結構体のラインに合ってるもの、そういったものを軸とした美学なの。これは90年代のスーパーモデル、元祖スーパーモデルって言われてるジゼル・ブンゼンとか、あとケイト・モスとか、そういったモデルのインスピレーションをすごく受けてるなって個人的に思った。結構画像とかもめちゃくちゃ出てくるしね。プラダを着た悪魔っていう映画があるのわかる？私も結構好きなんだけど、それにジゼルが出てて、結構細めのメガネをしてるの。スーツ着て、なんかモデルにメガネっていうのが結構あんまりなかったんだけど、その当時は。だけどそのジゼルがメガネをしたことによって、その細いメガネが結構ファッションとして受け入れられるようになったっていう物語、そういうがある。最近のファッションアイコンでめちゃくちゃ注目されてる女の子がいて、ガブリエッテ・ベクテルって女の子なんだけど、もともとチャーリー XCX って私が大好きな歌手の方がいて、彼女がプロデュースしたナスティ・チェリーっていうガールズグループ、もう2019年に解散しちゃったんだけど、そこでメンバーとして選出された女の子なんだけど、その子の顔っていうかもうファッションがすごく特徴的で、もうなんかなんていうの、ゴスガールって感じなの。めちゃくちゃ細い眉毛に結構三白眼で、結構、目の周り暗くしたようなメイクでセクシーな感じで、ファッションも結構めっちゃオフィスサイレンっぽい、なんていうんだろう、すごくスタイリッシュでシックなモードな感じのファッションをすごくしてるんだけど、で彼女がめちゃくちゃねメガネをすごいしてるの。だからシャツとかメガネとかすごいしてて、メガネとかはもちろんそのオフィスサイレンのアイテムとしてすごく有名なもので、彼女がすごくそれを取り入れていたりとか、彼女はThe 1975って私が大好きなバンドのマッティっていうボーカルの男性がいるんだけど、それの彼の
彼女としても最近有名。すぐ料理とかめっちゃ作ってて、可愛い。とりあえず可愛いから調べて。この子が取り入れていたりとか、私の大好きなベラが、最近2024年になって結構オフィスサイレンっぽい服装がすごい増えてきたなって思った。でメガネももちろんしてるし。そういうのもあって、最近流行ってるモデル、人気なモデルの子とかもオフィスサイレンをすごく取り入れてるから、結構今流行ってるんじゃないかなって思う。あと TikTok のフィルターとかにもあった。この前見た。私使ったことないんだけど、そういうのにもあった。オフィスサイレンをするにあたって必需品的なアイテムがいくつかあるから、それを紹介するね。まず一つ目、ベヨネッタグラス。ベヨネッタグラスは絶対に必要なんです。これね、かけるね。はい、こちらベヨネッタグラスというのは横長の細めの楕円形とか四角とかのスタイリッシュなメガネのことを言うんですが、こちらですね。これについて後で詳しく説明するのでちょっと省くんですけど、細めのやつ、もうオタクじゃないって言われてるようなこの細いメガネがすごい流行ってる。いかとるね。結構太めのジュエリー、なんていうの、服装は結構シンプルなの。オフィスサイレン全体的に服装は結構シンプルで、色使いも白とかグレーとか黒とか落ち着いた色味を使っていって、それに大胆なジュエリーとかメイクをするのが結構、イヤリングとかも大きめとか、ジュエリーもプラダを着た悪魔を見ればわかると思うんだけど、結構大きめのネックレスしてるの。ああいうのがオフィスサイレンっぽい。リップはボールド、リップとネイルがボールド系の濃い色がすごくオフィスサイレンっぽいかな。ネイルも結構みんな長めのネイルしてるのをピンタレストでよく見た。全体的にセクシーな感じ。教師とか図書館の教師みたいな、図書館の女性みたいな、結構セクシーっぽい感じが流行ってる。ハイソックスめっちゃいいよね。ちょっと膝よりちょっと上のスカートにハイソックスを履くのがこの美学に合ってるファッションかなって思う。そのファッションは結構いろいろ画像とかも載せるから、よかったら見てください。2つ目、ベヨネッタグラス。これは先ほどオフィスサイレンの必需品アイテムとして紹介したものなんだけど、もう一回説明するね。これは楕円形とか四角とかのスタイリッシュなメガネのこと。これですね。かけながらやるね。ちなみにこれはすごいもう5年10年前くらいに母親がブルーライトのメガネとして買ったよくわからないものなんですけど、ちょっとつけながらお話しさせていただきます。はい、これは2023年のリボンのようなコケットって言われるようなすごくガーリーなバレコアとかいうものがあるじゃないですか。私もイラストで紹介したんだけど、そういったガーリーなものからライブラリシックなエレガントでフォーマルなアイテム、体のラインに沿ったようなセクシーな、女の子っぽいっていうよりかは結構大人っぽいファッションがすごく今年は流行るんじゃないでしょうかっていう私の予想です。そうで、ニュージーンズのヘインちゃんとかアイブのレイちゃんといったような若い子に人気の K-POP アイドルのもう同世代のような女の子たちもベヨネッタグラスと呼ばれるような形のグラスをつけてるんです。この写真見たことあるんじゃないかな。ヘインちゃんが大会の中目黒ら辺でアイス食べてる写真とか、レイちゃんも最近インスタグラムにメガネを上げてて、やっぱりこの形流行ってるんだなって思った。そう、日本だとこの細いメガネっていうのは結構オタクっぽいアイテム。アニメとかでさ、オタクの方を表現するときにこの細いメガネがよくできてきたと思うんだけど、だから日本でつけたら結構本当にガチメガネ、ガチで視力悪い人みたいな感じで見られる、ファッションアイテムとしてあんまり流行ったことをあんま見たことないなと思うんだけど、だいたいさ、みんな太いメガネ、太い黒縁メガネとかをよくつけてたり、あとは透明の縁のメガネ、どっちもサイズ大きめのメガネが結構ファッションのメガネとして有名だと思うんだけど、これはめちゃくちゃ細いわけ。ほら、わかる？多分さ、メガネしてた子みんな小学生の時とかこういうメガネつけてたんじゃないかな。よかったらそう、昔のやつメガネつけてみてそう、そんな感じなの。本当に細めなの。だからこの平成っぽい、平成のオタクっぽいファッションって言うんだろう、なんて言うんだろう、日本の
アイテム、なんかオフィスサイレンはアメリカの美学なんだけど、ベヨネッタグレスに関してはすごく日本の平成のファッションを影響を受けてるなって思う。そうだからよかったらみんな日本にすごく売ってると思うから、なんか大体土入りなんだけど、土入り私はめっちゃ目いいから全然土入りはつけないんだけど、よかったらこれでもファッション試してみて。このファッションはやっぱりフィスタイレンっぽいのとか、あとは白い T シャツにジーンズとかすごくシンプルな服にこれ合わせるだけでもめちゃくちゃスタイリッシュ感がすぐアップするからおすすめです。でも一歩間違えたら本当になんか普通の真面目な方みたいになっちゃうから、それを気をつけて。なんかファッションの服ですごくこのメガネの印象が変わると思うから、よかったら試してみて。靴で気になっているものはキトンヒールとポインティーシューズ。これは女性用の 3.5 センチから5センチ程度、結構低めかな、低めの先が尖ったヒールの影響で昔流行ったって言われてるシューズなんだけど、これ結構なんか普通のヒールっていうよりはサンダルっぽい感じ。そうなんかヒールも低めだし、なんか全体的にちょっと薄めなの。それで先がとんがってるのが特徴的で、これはさっき紹介したオフィスサイレンっていう米学があるじゃん。それの影響っていうか、それに派生したような、ベヨネッタグラスのように派生したもので結構流行ってると思うんだけど、ミニマルなの。すごくちっちゃめでちょこんってした靴なのね。でこれが小さくてスタイリッシュで、結構今若者わかんないけど、私が調べた限りでは結構流行ってるなっていう印象になった。サンダルみたいにカジュアルに履けるし、なんかヒールだと結構なんていうんだろう、もうファッションの様式が決まってしまうっていう感じなんだけど、このキトンヒールとかだとガーリーな服にもフェミニンな服にもいろいろ合わせやすくてすごくいいなって思ってる。で私もめちゃくちゃ欲しい。今私持ってないんだけど欲しいなと思ってる。普段ヒールとかあんまり履かないからさ、これがどういう感じかよくわかんないんだけど、でもファッション見た限りだとすごくいい。私的にはブーツカットのちょっと丈が長めのジーンズにこのキトンヒールの先の尖ってるところだけ出したい。これめっちゃオフィスサイレンっぽいっていうか、私がめちゃくちゃしたい服装。あとは普通に白のちょっと長めのスカートとかジャージとか、そういうのじゃすごく今したいファッションかなって感じだから、よかったらこれも結構売ってると思う普通に。キトンヒールおすすめです。あとはカラータイツはさ、なんか昔だとなんかゴシップガールとかでよく見たかなって思うんだけど、結構ダサいって言われるような感じじゃん。ちょっと芋っぽくなっちゃう。なんかあんまり透明度がなくって、本当に赤みたいな感じじゃなくって、私が見たやつは結構ちょっと透明な感じ。そうあとは今コケットっていうバレーっぽいリボンの超ガーリーな美学が流行ってると思うんだけど、それでなんかリボンが刺繍で入った赤のタイツとかがすごく見るかな。みんなも見たことあるんじゃないかな。すごく可愛い。あとはブルーとか、私は今ブルーめっちゃ着たいと思ってるんだけど、秋とかだと赤が流行ってたけど、今私ブルー着たいかなって思う。カラータイツもオールブラックのファッションにカラータイツ合わせるだけでめっちゃ変わる印象だから、カラータイツはめちゃくちゃ今欲しいファッションと思っております。よかったらみんなチェックしてね。あとはスカートオーバーパンツっていうのはそのままこういう単語があるのがちょっとよくわかんないんだけど、私が調べた時にこうやって出てきて、ズボンの上にスカートを履くっていうファッションで、思い返してみたら私小学校の時にやってたなと思って、小学校の時に黒のレギンスとかなんか星が入ってちょっとダッサいレギンスにデニムのすごいショート丈のスカートを合わせたりして、レギンスにスカートみたいな組み合わせめちゃくちゃしてたなと思って、中学生くらいになった時に小学校の時は私めっちゃダサかったなって思ってたんだけど、今また流行ってる。でも今流行ってるやつはレギンスみたいにすごく体にフィットしたボトムスっていうかスカートの下に履くものはそうじゃなくて、どっちかっていうと結構
なんかスラッとストレートな感じ、ちょっと緩めなパンツが流行ってるかな。で、私がめちゃくちゃ好きなブランドがあって、パラマウールっていうブランドなの。みんな知ってるかな。すっごいエレガントで、なんか写真もウェブサイトとか見てなんかデジカメっぽいカメラ使ってて、写真もめっちゃ可愛いし、見てるだけで癒される。私からしたらね、3234くらいする、結構スタンダードなアイテムなのにめちゃくちゃ高いから、いい生地とか使ってるんだろうけど、私はちょっとまた学生でお金がとてもないので、もう見てるだけ買いたいなと思ってる。まだ全然手出してないブランドなんだけど、そのブランドにあるの、これ私がイラストで描いたこんな感じ、わかる？なんかね、同じ色のやつとかベルトとか、あとはプリーツスカートとか、そういうスカート、なんか A ラインっぽいスカートにももくらいまでは体のラインにあって、ちょっとそこからゆったりするみたいなパンツに合わせてるのが多い。スカートにパンツ合わせるファッションは私はまだしたことがないんだけど、でもワンピースとかなんかチェニックみたいな感じでワンピースの下にデニムパンツ履いたりとかはしてたから、そういう感じかも。これもめっちゃ平成っぽくない？なんか平成のファッションでこういうのすごく見たなと思ってるから、やっぱ日本のカルチャーめっちゃ偉大だなと思った。だからよかったら試してみて。これも結構いっぱいあると思う。なんか韓国のサイトのインスタグラムのストーリー見てるときに、韓国のファッションサイトの広告が出てきたんだけど、そこにこのスカートパンツみたいなのがあったから、やっぱ韓国でも流行ってるのかなと思った。だから多分今ザラとか普通にあるんじゃないかな。私はザラであんま買わないけど、結構流行ってるから、よかったら自分の好きなスカートとパンツを合わせてファッションをしてみたらいいんじゃないかと思います。私も今年挑戦してみようかなって思ってる。あとはレースのものが最近よく見るなって思う。リボンがすごく流行ってるじゃん。 K-POP とかでもめっちゃ見るし、この前のバレエコアみたいな感じでリボンがめちゃくちゃ流行ってて、もうなんかミームになってるくらい、なんか氷にリボン巻きつけてる TikTok とか見つけてめっちゃウケたんだけど、そんな感じでも面白いくらい流行ってるわけ。もうネタにされちゃうくらいね。そう、リボンが流行ってて、でそのリボンの生地は結構サテンっぽい生地が流行ってたと思うんだけど、でも最近は結構レース、もうサテン飽きちゃったしレースがいいかなって思ってる。レースのリボンでヘアアレンジしてるピンタレストの画像とか出てきたし、あとはタイツ、レースのタイツがめちゃくちゃ可愛いの。そう、さっき言った通りすごくもうなんで100デニールみたいなくらいの分厚いタイツじゃなくて、シアー感があるタイツがすごく私は好きだから、レースのタイツがめちゃくちゃ可愛いの見つけて、それ挑戦したいなって思ってる。あとは黒のレースのトップスはすごいオフィスサイレンを調べてる時にめっちゃ出てきた。あれめっちゃ可愛い。体のラインにフィットした黒のトップスがめっちゃ出てきたから、レースは結構今年取り入れたいファッションだなって思う。ボトムスで気になるアイテムはスキニージーンズ。スキニージーンズは私は小学校の頃に超愛用してて、黒のスキニージーンズをめちゃくちゃ履いてたの。その時もすでに海外かぶれだったから、アメリカンアパレルっていうブランドがあるんだけど、昔2014から16ぐらいですごく流行ったブランドで、それですごいスキニージーンズがあったの。だから私はそれを真似してよくスキニージーンズ履いてたんだけど、昔に流行ったやつって本当に限りなく体にフィットしてて、生地もちょっと薄めでほぼレギンスみたいな感じ。ジーンズだけどレギンスくらい細めでパツパツなんだけど、今流行りそうなものは若干ストレートパンツに近いような形が流行るんじゃないかって思ってる。なんかもうちょっと緩めで、よりリラックスした形で足首もストレートっぽい感じが流行るんじゃないかなって感じ。今まで私はスキニーアンチだったから、男性のファッション NG ファッションはもちろんスキニージーンズだったし、それにスキニーとか本当に無理みたいな。本当なんか最近はバギージーンズがすごく流行ってたじゃん。それの影響で本当にゆったりした、なんか体に負荷を与えないようなリラックスしたものが好きだったの。あとはジャストサイズのものとか
スキニージーンズの形は結構緩めでジャストサイズっぽい感じだから、どんな服にも合うと思うし、ベルトとかしたらもっと可愛くなりそうな気がする。多分いろんなところに似てると思うから、自分の好きなジーンズをお試しください。バッグはジェーン・バーキンっぽいバッグを最近すごくしたいなって思ってる。なんか最近さ、スマホにキーホルダーつけたりとか、なんか結構デコるの流行ってない？私が調べた限りでこそ思ってるんだけど、なんか昔って言ってもまあ1年前なんだけど、 JK の時にすごくキーホルダーとかジャラジャラつけてた高校生のスクールバッグみたいな感じで、鍵とかわかんないけどアクセサリーとかすごくジャラジャラつけるのが最近したいなと思ってる。なんかこれも結構平成っぽいかも、今考えれば。そう、なんかジェーン・バーキンっていう方は女優の方がいるんだけど、彼女はもう本当にすごい雑に扱ってるの。バーキンバッグってすごく高いし、すごくしっかりしたもの、お金持ちはみんなコレクトしてるみたいな。カイリーとかめちゃくちゃ家のクローゼットにもうバーキンだらけのバーキンコレクションみたいなのをテレビで放送してたくらい、バーキンは結構お金持ちのバッグみたいな、すごく丁寧に扱う。バーキンのバッグってすごく高いし、しっかりしたものだから結構みんな丁重に扱ってるイメージなんだけど、彼女は本当にお守りとかキーホルダーとかをジャラジャラつけて、もうなんか入りきらない。バーキンって結構ちっちゃめなんだけども、バコバコ入れちゃってるから、もう閉じないわけ。閉じないで、そのもうでっかいのもなんかここら辺に抱えてパパラッチとかに撮られてて、もう本当に憧れた。ああいうなんかあれやりたい。すごい綺麗なレザーのバッグってさ、やっぱ綺麗に扱いたいなと思うんだけど、ジェーンさんはすごくこういう感じで雑に扱って、逆にそれ可愛いなと思って、そういうのやりたいなと思った。なんか最近、前までは結構ちっちゃいバッグいっぱい使ってたんだけど、最近はなんか大きいバッグもやりたいなと思ってて、大きめの黒とかのレザーのバッグにキーホルダーとかリボンとかアクセサリーとかジャラジャラつけて、なんか使い倒したいって思った。例えばスマホにつけるキーホルダーとかも結構ジャラジャラつけてたりとか、ステッカーいっぱい貼ったりとか、自分だけのものになってくじゃん、そういうのしてくと。キーホルダーとかもだから、そういうのが最近流行ってるなって思う。だからジェーン・バーキンっぽいバッグ自分でカスタマイズして装飾して自分だけのバッグ作りたいなって思いました。2020年そういう入りを取りたいなって思った。でそれを見てる時にキーホルダーとかの種類がすごくいっぱいあったんだけど、その中でも結構日本のキャラクターがすごく流行ってるなって思うの。キャラもののグッズとか。そう一番最近ので言ったらソニーエンジェルはめっちゃ流行ってると思う。ソニーエンジェルはさ、なんか多分キューピーだよね。キューピーのキャラクターとか、なんか赤ちゃんのもうなんか3頭身ぐらい、顔3個分くらいの今回ちっちゃい赤ちゃんのキャラクターがいて、これは日本のキャラクターなんだけど、これをスマホの縁につけるのがめっちゃ流行ってたの。流行ってたってか今も流行ってると思うんだけど、ちょっと TikTok とかでソニーエンジェルって調べればめっちゃ出てくるんだけど、キャラクターをパソコンの縁とかスマホにつけたりとか、あとはやっぱりサンリオ。この前 Mac の何周年かでさ、なんかキティちゃんがなんか100種類くらい出たじゃん。私も本当に出遅れて、私が買おうとした頃にはもう生産終了ですみたいな事態に陥ってしまって、ゲットすることはできなかったんだけど、サンリオもめちゃくちゃ流行ってるなって思うし、あとは日本じゃないけどミッフィーとかスヌーピーとか、なんか幼い頃のキャラクターのグッズがすごい最近流行ってるなって思う。あとはなんだろう、私だったらリラックマとか、リラックマ私めちゃくちゃ好きなんだけど、リラックマのボールペンとか使ってたじゃんってか、私が使ってたの小学校の時に。だからそういうのとかも捨てないでよかったなって思う。なんか昔流行ってたやつって結構今流行ったりするじゃん。やっぱ本当なんだなって、サイクルめっちゃ回ってるなって思うから、昔使ってた平成の可愛いグッズとかシールとか、そういうのを今使いたいなって思った。だからキャラものが最近は流行ってると思う。だからみんなキャラもの持ってたら捨てないで、使った方がいい。ステッカーとかさ、スマホとかパソコンとか自分のノートとかにデコったらめっちゃ可愛いから貼った方がいいです。なんか平成の可愛いっぽいアイテムがピンタレストですごいよく見つけるから、すごい価値のあるものだから、よかったらみんな使ってみて。
こんな感じでいろいろ調べてみたんだけど、やっぱり結果として思うのは、昔の10年から20年前のアイテムがすごいリバイバルで流行ってるなって思った。あとは日本の平成っぽいファッション、Y2K なファッションとか、その美学っていうのかな、そのスタイル、ファッションスタイルとかがすごく今アジアっぽいのが流行ってるなって思う。だから結構日本先駆者なのって感じ。なんか日本の可愛いってさ、やっぱ違うじゃん。なんか他とは違う魅力がすごくあるなって思って、平成っぽいアイテムも試したいなって思ったし、90年代から2000年代の Y2K っぽいファッションもやっぱり続けていきたいと思った。結構私 Y2K のファッションめちゃくちゃ好きで、お腹ローライズのパンツとかすごく好きだし、平成っぽいブランドとかもメルカリとかでよく発掘して買ったりしてて、だからそういうファッションがやっぱり今後も入るんだなって思った。なんか前まではすごくオーバーサイズのものとか、あとはハイウエストとか結構自分の体型よりちょっとオーバーめの何かみたいなのを結構着てたんだけど、最近はもうなんか心地いいもの着たいみたいな気持ちになっちゃって、結構ジャストサイズのファッションをしてる気がする。ジャストサイズって結局やっぱり自分の体に一番サイズが合ってるものだから可愛いしスタイリッシュに見えるし、なんかサイズ合ってなくねみたいな感じにならないから、結局なんかおしゃれに見える感じがする気がする。なんかおしゃれに見えようと思ってファッションをしてるわけじゃないからわかんないけど、でも結構やっぱり街中で見てると可愛いなって思うから、最近はそういう気分。ジャストかちょっとスリムっぽい感じを着たいなって思ったっていう感じです。いっぱい調べたから、よかったらみんなインスタ来てお願い。この可愛いからね、インスタグラムにも来てくれたら嬉しいなって思います。あとはインスタグラム、ポッドキャストもやっておりますので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいですっていう感じかな。私はめちゃくちゃベラハディットのファッションすごい参考にしてるから、よかったらみんなも自分のファッションのお手本、あとは90年代のジゼルとかケイト・モスとかのすごいシンプルでセクシーなファッションもすごく参考にしていて、結構昔のモデルとかを参考にしてることが多いかな。インスタは、あんまりそんなに参考にしてないんだけど、昔のファッションって絶対なんか色あせることないなと思ってて、今のトレンドばっかり追ってたらやっぱりなんかちょっと時代遅れっぽい、なんかみんなと被っちゃったりもするし、そういうのもあるから結構昔のファッションを参考にしてることが多くって、ファッションに困ってる子がいたら自分のファッションアイコンを結構決めたら服を探しやすいかなって思う。参考にする人を1人か2人、何人でもいいんだけど見つけたら結構ファッションやりやすいかなって思うから、もし困ってる子がいたらおすすめです。という感じでいろいろ調べて語っていきました。本当は2023年に出したかったんだけども悔しい、無理だったから今出すけど、まだ1月だから間に合うよね。まだ1月、大丈夫だからそんな感じかな今回は。だからこれから2024年また YouTube いっぱい上げたり、あとはお仕事のことだったりとか、絵のこととかメイクとか、もうないかもしとかない。あとはなんだろう、質問とかいろいろ YouTube やろうかなって思ってるから、見てくれたら嬉しいな。チャンネル登録お願いします。じゃあ、なんか不定期、ポッドキャストもイラストも YouTube も全部日にちとか決めてなくて不定期だから結構自由に自分のタイミングで上げちゃってるんだけど、よかったらまたおいで、また来てほしい。また会おう、また YouTube で会おう。ありがとう、見てくれて。じゃあね、バイバイ。見てくれてありがとう。バイバイ。今日ね、20分くらいかけてこれめちゃくちゃくるくるにしたの。可愛くない？なんかね、最近結構髪の毛雑になっちゃった。最均全然髪の毛セットしてなかったからしてみた今日は。片方ピンつけるのにずっとハマってて、よかったらこれ結構100均なの。ピンとかマジどこでも売ってるから、よかったら参考にピンとか買ってみて。ピン買ったら結構なんか
やってる感出る髪の毛とかだからよかったらおすすめです。あと今日からこんまれたオレンジのやつかわいい。じゃあバイバイ。